コウタです。はいです。世界一チャンネル始まります。今日はですね、バリ島住んだからわかるエリア別パーフェクトガイドというのをお伝えしたいと思います。あなたがこのバリ島に旅行するとか、あるいは移住する、どこに住もうかなっていう場合に、このエリアを選ぶというのが非常に重要になってきます。バリ島はエリアごとめちゃくちゃ離れています。場所によって全然エネルギーや雰囲気、あるいは店とかも全く違うので、その特色を今日お話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。そうですね。これを全部見るとあなたもバリ通になりますので、どこに行けばいいかって分かるからね、見てください。世界一チャンネルではまず2エリアから参りましょうか。1つ目、2エリア。こちらはですね、どんなものですか？最もリーズナブルなエリアとなります。はい、そうですね。まあ最もリーズナブルな最もリーズナブルだし、最も人気があるというか、一般的に多くの方が行くところですね。結構初めての方がクタに行くよっていう方が多かったりとか、特に私もバックパッカーでしたんで、バックパッカーは結構クタに多かったりとかいうことがありますので、全然違うよね。価格がお店のさ、お土産品とかの交渉するとかなり安くなりますんで最初はふっかけてくるから、そうそれでもね、安いけどね。サングラスなんか多分500円もしないようなやつが4000円とか5000円とか言ってきて、ノーノーノーとか言ってるし、偽ブランドのやつね。そう帰ろうとするとすぐ安くなったりとか交渉も楽しみながら買い物をしてみていただければと思います。いい点としてはビーチがやっぱり特徴なので、すごい長いビーチがあって、確かにお店がいっぱい並んでいて、でどこもそんなにね高くなくて、ココナッツのねジュースを飲んだりとか、ビーチ前のビーチチェアとココナッツジュースなんていうの、セットになってるっていうかさ、我々はよくねサーフィンに行く際にもそこでココナッツジュースを頼んで、一人がサーフィンに行って一人がゆったりしてるっていうようなことやってるので、そんな感じでそこの雰囲気を楽しむっていうのはすごいありかなと。ココナッツジュース400円ぐらいでビーチチェアまでついてる。波としては結構初心者向きだったり中級者向きの波が多いので、レッスンも安いし、ボードも安いしということで、波もいいしということで、行っていただければというふうに思います。子供ちゃんにも安全だよね。クタはすぐに売り込みにあります。日本語で話しかけてくれます。オーストラリア人お金持ちだから買ったらって言ったら、彼らは買わない。やっぱ日本人の方が財布の紐が緩いみたいです。で周囲にショッピングモールも結構あるので、車だったり歩いても行けるぐらいの距離にあるので、もしなんかブランド品だったりね、いうような欲しい場合も、買えますので、結構充実して便利なエリアかなというふうに思います。でマイナス点を挙げると、街全体が、ちょっと古い感じがする。あとはラグジュアリー感はそこまでないような感じ。それが良かったりするんですけどね、街歩きが楽しかったりするんですけども、もしなんか高級感を持ったところに行きたいっていうんであれば別のエリア。マッサージもなんと700円からあります。1時間1時間700円、激安じゃないですか。ちゃんとクオリティもねちゃんと選べばいいところなので、ぜひ行ってみてください。さあ続いてエリア行きたいと思います。続いてのエリアはスミニャック。スミニャックはどのところですか？映えビーチエリア。映えビーチエリアです。そうですね。ビーチに隣接したところなので、ビーチ沿いが結構映えている。散歩もいいですし、パラソルとかあったりとか、ビーチチェアがあったり、それがクタよりはるかにおしゃれバージョンになっている。女子は多分あそこでなんかいっぱい映えまくるんじゃないかっていう。だから映えたい方は結構スミニャック向いてるかな。特にさ、夕方からさ、夜にかけてが最高におしゃれやから、なんか散歩してね、ね、風を受けながら散歩するのも素敵かなと思います。海のもうすぐそばにこうなる、寝れてでドリンク飲みながら優雅にみたいな。でも言ってもそんなこまで高くないからさ、おしゃれでかつなんか映えて、高くないって言っても高いところもあります。そうやな。っていうかあそこは結構高級ホテルもあって、そこの高級レストランっていうのは高いけれどもクオリティもすごい、もう映えまくってるみたいな。そうやんね、おしゃれで美味しいみたいなね。スミニャックすごいね。そうですね。だからそういうスミニャックは遊びのおすすめ。でマイナス点としてはちょっと長期滞在には向きません。ここはカップルだったりファミリーで4泊5日とか5泊とかで高級ホテルに泊まってゆったりするというのが一番いいかなと。そうやね。スーパーがあんま安くないもんね。安くない、あんまりない、もともとないし、
普段行くような、なんか定食屋みたいなところもちょっと少ない。確かに。ピザ屋さんとかちょっと高級なところはあるんだけど、そうだね。普段食べるようなところは、うん少ないかなという感じなので、我々も1ヶ月間住みましたけど、まあそんな形で考えていただければ。そして3つ目、はい。ウブドです。ウブド。ウブドはどんな意味ですか？神々が住むエリアです。はい、神々が住むエリアということで、ここは唯一の、これからご紹介する中でね、唯一の山エリアなんですね。非常に森に包まれた、もう癒しの空間。すごいよね。今日ご紹介する中で最も癒し効果が高い確かにところです。もうバリ島全体癒し効果が高いんですけど。疲れてる方はそちらに、そう。もう本当になんか長期滞在者も多いし、沈没と呼ばれる、もうずっともう居心地良すぎて居ついてしまうみたいな人も多いので、もう癒しが欲しいっていう方はもう圧倒的にウブドがおすすめです。で森もあるし、ライスフィールドがね結構綺麗で、段々畑のライスフィールド、田んぼですね。また日本とはちょっと違う、なんだろうな、ヤシの木みたいな、なんかこういうのもありつつライスフィールドっていう、なんかちょっとこう幻想的な感じでね、感とそこが入り混じってて素敵だよね。で我々行った時はアマンダリっていうねホテルがあって、これはもうリッツ・カールトン以上にホスピタリティのあって、高級ホテルと言われてるとこ泊まらせていただいて、本当に最高の経験なので、ウブドは結構短期滞在、そういう、バックパッカー向けもありますけど、超高級ホテルもある、いろんなあるね、あそこはいろんなものに対応してるので、おすすめかなと。ただウブドの街中はちょっと雑踏があるというか、人がとにかく多くて、メイン通りはね、そう車も多くて、大変だなっていうのがあるので、ちょっと外れたところがいいかなというふうに思います。でマイナス点としては今言った混雑もありますし、エリア間の移動が非常に難しい場所です。ちょっとつながってない2人に行きたい、ウルワツ行きたいって言っても、行けないことないですけれども、なかなか例えば4泊5泊の中で行くのはそんなにお勧めしないかなというような感じで、できればもうじっくりウブドで生活するんだぐらいの方が楽しく過ごせるかなというふうに思います。あとグラブはね、なかなかちょっと捕まりにくいかいうところが、車の台数がなんか少ないみたいでね、他のエリアは結構捕まることが多いんですけど、ウブドは結構捕まらないんで、バイクタクシーはまあまあ捕まるみたいですけど、車はなかなか捕まりにくいというところがあります。はい、続いて我々の泊まったヌサドア地域。イエーイ。はい、ヌサドアどんなところですか？ここはですね、ホテルステイがおすすめなエリアです。ここはね、もう政府がこの観光用に開発された、いわばワイキキみたいなところで、整備されてるよね。高級ホテルが海沿いにバンバンバンと並ぶというような、我々が泊まったのはウェスティンですけど、本当にもう出なくていいやんって思うような作られた完成形というかね、もうバリらしさもちゃんと残しながら、本当にもうビーチ沿いとかプール沿いにいるだけで、気持ちいいね、最高だねっていうような感じが得られる。プライベートビーチでね。そう、海もまあまあ綺麗ですからね。ヌサドアいい。しかも空港から結構近いので、確かにご家族連れとかはおすすめかなという。いいよね。家族連れでもうプールでね遊んだりね。出なくて、しかもプライベートビーチが結構安全っていうかさ、波が結構穏やかじゃない、あそこ。だから子供ちゃんがいっぱいさ、ほら遊んでたりとかするけど平気だったりするよね。で結構夜もなんか観光客用にこう色目の明かりがねあってすごく綺麗だなと思いますので、それも楽しんでいただければと思います。だから逆にマイナス点はもうローカル感みたいのはゼロですね。全然ない。地元の人多分ほぼいないです。いないよね。で地元のね、だから我々がよく行ってる定食屋みたいなのもないですね。だから街歩きはそんなに楽しくないと思います。街がない。ホテルがバンバンバンとあって、でそこを散歩するぐらいは気持ちいいですけど、レストランの選択肢も少ないよな、だから。ディープなバリを味わいたいっていうのはちょっと向いてないかなっていうふうに思います。でも安心して過ごせるよね。なんかいろいろ不安っていう方は初めてとかね。もうだから何も考えずゆったりしたいのは本当にいいかなと。映えもちゃんとご用意してますから。ホテルでの映えは結構映えれますからね。おすすめです。ウェスティンさん最高でしたしね。最高でした。というわけでヌサドアのご紹介でした。さて、続いて5つ目かな。5つ目。ウルワツです。ウルワツ。
ウルワツはどんなスポットでしょうか？はい、ここはですね、最新人気エリアとなっております。そうなんですよ。この2024年これ撮ってるから、2024年の時点で最新エリア。そうね。どんどん変わっていくからね。一番ホテルがどんどん建っていて、いろんな最新スポットやおしゃれなカフェができつつある場所です。そうだね、たくさんできてきてるのよね。で、ここの最大の特徴は、なんといっても最も海が綺麗です。確かに。このバリ島本島の中ではですね、離島はもちろん綺麗なところがありますけど、本島の中ではすごく綺麗。実はバリ島って沖縄と比べるとですけども、そこまで海は綺麗じゃない。そうだね。皆さんどんなイメージかわからんけど、めっちゃ海綺麗なとこじゃんって思ってる人いるかもしれないけど、意外とね、このウルワツ以外はあれなんかそんでもなかったなみたいな。まさにウルワツはその白浜とか沖縄に近いぐらいすごい透明度も高いし、白い砂場でね、クリスタルブルーの海が広がっていると。でここは長期滞在宿も結構ありますけど、メインはリッツ・カールトンとかの高級ホテルが結構多くて、これが崖の上に立っていて、すごいよね。景色がね良かったりとか、崖の上のさところでさらにそれの崖の上でスパ受けれるとかあるの。そうそうなるほど。はい。まあ女子はね。女子はもうそれだけで映えるみたいな。すごいです。極上のやつですね。極上のやつが受けれたりとか、あとウェディングとかでも有名なチャペルがあって、なんか夕日がさバリ島ってめっちゃ綺麗やから、夕日をこれ背景にバックにこう夕日がありながらのウェディングみたいな。とにかく映えですね。女子はもうなんか多分率は上がっちゃうと思います。他にもいくつもね高級ホテルが近くにあるんで、そういうところも楽しめるかなということですね。はい。マイナス点はまず一つは結構エリアが広いんですね。広くて店がいろんなところに立っているので移動が難しい。ちょっと飛び飛びだよね。ちょっと観光をするのは移動手段があった方がいいなというようなところです。でさらにそういったさっき崖の上にあるって言いましたけど、大体崖の上なんで。端っこやもんね。そうだからビーチへのアクセスが難しいんですよ。オーシャンフロントみたいなのがなくて、大体ホテルから例えば階段を行ってビーチに行くみたいなところがあるので、それが海までのアクセスが難しいというところ、だからこそ綺麗が保たれているっていうところでもあるので、ウルワツはぜひ行ってほしいポイントかなというふうに思います。はい。というわけで6つ目はもう我々が大好きすぎる、もう一番おすすめ、特に長期滞在にはおすすめのスポットです。それがチャングーです。チャングー。チャングーは本当になんか最新スポットらしいよっていうところで行こうとした時に大丈夫かこんなところみたいなね、結構評判が分かれてるよね。そう分かれてるし、空港から遠いし、そう遠いよね。北からもちょっと離れてるし、大丈夫かなみたいな感じで行ったら最高だった。最高だった。ということでチャングーはどんなエリアでしょうか？はい、サーファーの聖地、そしてバリ島全体でサーファーの聖地と言われるんですけど、の中でもサーファーの聖地エリアプラスおしゃれエリアなんですよ。もう本当に街歩きが最高に楽しいエリアです。そうですね。はい。だからこれも女子ですね。女子が好きだ。おしゃれなカフェや最新のレストランがたくさんある。あと可愛い服売ってるお店とか雑貨売ってるお店とか、とにかくなんかおしゃれが極まってます。バリ島で一番大きなクラブの一つはチャングーにあったりとかして、世界の有名な DJ が来るということで、クタみたいなねちょっとリーズナブルなところも結構あって。ワルンっていうそのねよく出している定食屋さんだったりとかする中でご飯を食べたりとか、オーストラリア人とヨーロッパ人がすごく多いところなので、アジア人全然いないよね。アジア人ほぼいない、1% ぐらい。日本人1人いたかぐらいですね。我々あともう韓国の方が何人かいたかな。韓国、中国がちょろっといるぐらいですね。本当にいないよね。だからそういった西洋人に対応した料理、ビーガンだったりとかピザパスタだったりとかハンバーガーとかそういった食文化があるので、我々にとっても全然食事は困らないようなエリアになっています。これが本当におすすめで、特に長期滞在する場合はチャングーおすすめだなというふうに思います。本当だね。とにかく幸せに暮らせる場所ですよっていうようなことはお伝えしたいかなと思います。でさらにタナロット寺院という我々がお寺の中で一番好きな、バリ島の中でね、バリ島のお寺の中で一番好きな崖の上に立っていて、しかももう
波もすごいんでね、なんかザバーンって何あれ幻想的なね、すごいよね、うんすごい不思議な空間だよね。あれ世界でもめっちゃ珍しいんだよ珍しいと思うね。でさ、そのさお祈りの場所に行くののさ、限られた時しか行かれへんくて、潮が引いた時にしかそこに行けなくて、しかもなんか聖水かけてくれたり儀式してくれるんだよね。でしかも夕暮れ時がおすすめなんで、いやあれはすごい。もう沈む夕日を見ながらそれに照らされたお寺も、まあ見に行くというね、幻想的だよね。あそこがまあ全てのお寺の中で我々は好きだなというねえ、あれ超おすすめ。ぜひ行っていただきたいなと思います。うん、でマイナス点としては一つは渋滞です。確かに。これはよく言われていますが、特にラッシュアワー、朝の8時頃とか、夕方の5時6時あたりは渋滞がひどい。すごいよね。で我々としてはあんまりねその時間動かないっていうのがあって、そこまで被害は受けなかったんですが、でも一回ねハマった時にまあまあの大通りだったにもかかわらずバイクが動かないっていうね。確かに。バイクって普通ね横からねスイスイ行けるけどね、行けたりしますけど、それすら動かないっていうぐらい渋滞にはまってしまったことがあったので、まあ渋滞もこう視野に入れながら、考えに入れながら、この時間は大丈夫だな、ダメだなっていう形で移動していただければと。でもう一つは、チェーン系のお店が少ないっていうのはあるんですよね。マクドナルドみたいなね、確かにバーガーキングみたいなね。そんな求めてないじゃない。そう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 、求めてないし、もっと美味しいハンバーガー屋実はあったりとかね。チャングーなんかボスマンというお店最高にうまい。チャングーだけじゃない、スミニャックもある。チャングーとスミニャック、そうですね。めっちゃ美味しいって、スミニャックが本店だったっけ。そうだね。めちゃくちゃ美味しいって、ちょっと高いけど言ってください。というようなものだったり、でもラーメン屋とかはあるしね。あるね、大体あるよね。でチェーン店で言うならばコンビニはいっぱいありますので、その辺は安心して行っていただきます。地元のねコンビニもあるしね。というわけで以上6エリアをご紹介しました。他にももちろんジンバランとかサヌールとかレギャンとかいうスポットがあるんですが、多くの方が行くね今日はスポットをご紹介させていただきました。ぜひね、次のね、あなたの旅行だったり、長期滞在だったり、移住の参考にしていただければというふうに思います。行ってみたよっていう報告とか、そうですね、こういうとこおすすめだよみたいなのを、ぜひみんなコメント欄に書いて、ちゃんとここでとかね、ここでとか、私はここが最高でしたみたいなので、ここの動画がさ、みんなのさ、情報さ、共有をね、できたらめっちゃいいなと思うので、おすすめがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。はい、それでは今日はエリア別移住者だからわかるバリ島観光パーフェクトガイドというのをご紹介させていただきました。イエーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また世界中でお会いしましょう。さよなら。グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.